ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回は今まで確認したストーリーから、無作為にピックアップしたようだ。いわゆる総集編。この前みたいにストーリーを見るだけだね。いつも挟んでいるトークは今回なしだ。ホラー話だけに集中できるぞ。1時間くらい続くのよね。視聴はみんなと一緒にするからな。最後の映像が終わったらまた話そう。リタイアしないように頑張るね。私が小学生の高学年頃の出来事です。私の家族は3姉妹で、父と母がいて、毎年夏休みになると旅行に行くというのが習わしになっていました。年に一度だけの家族旅行だったため、毎年とても楽しみにしていたのです。そんなある年の家族旅行での出来事です。その年は、福島に旅行に行くことになり、駅前のビジネスホテルに泊まることになりました。夕方に一度チェックインをしてから、みんなで駅周辺を散歩しながら、夕飯を食べに行こうということになりました。まだ時間が早かったので、少し周辺を探索しながら、歩いてみようということになり、街並みをあちらこちら歩いているうちに、道に迷ってしまい、今のようにスマホなどなかった時代でした。少し廃れた感じの商店街の中に入っていきました。しばらく商店街の中を歩いているうちに、一軒の昔ながらの作りの家の前を通りかかった時です。その建物は木造でしたが、昔お店を営んでいた感じで、正面はガラス張りになっていました。電気はもちろんついていなかったのですが、夕暮れ時ということもあって、薄明かりの中で、室内の様子が少し見える感じでした。中はなぜか大量の段ボール箱が積み重なっていて、足の踏み場もないくらい部屋一面に敷き詰められていました。子供心に、なんでこんなに段ボール箱でいっぱいなんだろうと違和感を感じました。そのため、じーっと部屋の中を覗き込んでみると、なんと、段ボールが敷き詰められた隙間に、真っ白のワンピースのような服を着た、髪の長い女の人が、立っている。というか、挟まっているような格好でこっちを見ていました。そして私に向かって、声は聞こえませんでしたが、口パクで、見ないでと叫んできたのです。私は、母親と手をつないで歩いていたのですが、あまりの恐怖に、母の手を引っ張りながら、見てみて、怖いよと大きな声で訴えました。でも誰も反応してくれませんでした。私の大きな声が全く聞こえていないようにも感じました。そこには父も母も姉二人もいたはずなのですが、誰も私の大きな声には気づかない、というか無反応で、聞こえていないような素振りで、その出来事は過ぎてしまいました。あの時のイメージだけはしっかりと焼き付いているのですが、なぜ私にだけしか気づくことができなかったのか、みんなには見えていなかったのかと不思議に思いましたが、怖くて聞くことができませんでした。私が経験した話です。ある時から、知らない番号から私のスマホに、電話がかかってくるようになりました。ずっとスマホを見ているわけではないので、電話を取れたことはなかったのですが、一日一回か少し間を置いて、数日に一回くらいの頻度でかかってきていました。後で着信履歴を確認して、ああ今日もかかってきてたのかと気づくような感じでした。相手の番号を見ると固定電話からかけてきているようで、市外局番で調べてみると私の住んでいる地域に近いところではなく、私の親戚や知り合いがいるところでもありませんでした。間違い電話かいたずらだろうと思っていましたが、実害があるほどではないので着信拒否にもせずに、そのままにしておきました。なぜかはわかりませんが、一日に複数回かけてくることはありませんでした。ある時、電話がかかってくるようになってから、2週間ほどが経ったくらいでしょうか。
たまたまスマホを使っているタイミングで、その番号から電話がかかってきました。その時私は家にいて、周りに誰もいなかったので、試しに通話に出てみることにしました。通話のボタンを押して、相手はどんなことを言ってくるのだろう、と身構えていると、電話の向こうからこう聞こえてきたのです。先生。先生。申し訳ありません。その声を聞いたとき、思わずゾッとしました。ただの間違い電話とか、いたずらとか、ナンパで違う番号を渡されてることに気づいてないとか、そういう感じとは全く違ったからです。か細い声、おそらく老婆の声でしょう。泣きそうな感じで声を震わせながらこちらに謝ってきているのです。先生？誰のことだ？と思いましたが、私が何かを言うと、向こう側にこちらの存在を気づかれてしまう、と思ったので、何も言わずにただ相手の言葉を聞くだけに止めました。先生、先生。これだけしてくださったのに、こんな風になってしまい申し訳ありませんでした。何についての謝罪なのか、具体的なことは何も伝わってきませんでしたが、この老婆はひどく落ち込んでいるようでした。でも、こちらが何も言わないことについては、全く疑問を持たないようでした。それに、今まで電話に出なかったことについても、何も言ってきませんでした。もしかしたら、私が電話に出たことにすら、気づいていないのかもしれません。そんなことを考えている間も、老婆はずっとこちらに謝罪をし続けています。今までかけてきていた時もこちらが通話に出るかどうかに関わらず、謝罪をしていたのではないでしょうか。本当に怖くなってきてこちらから通話を切断してしまいました。その謝罪を長く聞いているような気がしましたが、通話時間を見ると1分半程度だけでした。すぐに着信拒否に設定して、それからはその番号からの着信は来なくなりました。しかしながら、あの人は電話が繋がらなかったとしても、今も、先生、という人物に対して、ずっと謝罪をし続けているのだろうと思います。私は医師として約10年いろいろな一般病院で勤務してきましたが、ある地方の総合病院で勤務していた時の話です。あるフロアの病棟は、心臓疾患の急性期病棟で、治療中に亡くなってしまう患者さんも珍しくありません。ちょっと年季の入った建物で、少し雰囲気があるのです。ちなみに、この病院、私が赴任する少し前に、患者さんが屋上から飛び降り自殺してしまったそうです。本題に入りますと、知り合いの看護師さんから聞いた話です。深夜、病棟を巡回していた時でした。エレベーターを待っていたのですが一向に登ってこない。ランプは1階に止まったまま、動く気配がありません。5分ほど待ってはみたのですが、諦めて階段で降りることにしました。3回分ほど過ぎたあたりで、強烈な違和感を感じました。スニーカーなので靴音は小さいはずなのに、妙に音が響くのです。注意しながら降りてみると、靴音が多い足音と、少しずれたテンポで、もう一つ足音が聞こえた気がしました。階段への扉が開いた音は記憶にないし、周りに人の姿はどこにもありません。気のせいだと思いつつも、気味が悪いので駆け足になります。そうしてスピードが上がると自分の足音も大きくなりますが、そのうちに、もう一つの足音もはっきりと聞こえるようになりました。半分ほど降りたあたりからは、もう明らかにスニーカーではない硬い靴音が、カン、カン、カンとすぐ隣で響いていました。パニックになりつつ、とにかく足を速めてなんとか下までたどり着きました。最後の一段を駆け下りようとしたその時です。はっきりと足音を響かせ、目に見えない誰かが、笑いながら脇をすり抜けていきました。女性か子供のような、高い声だったそうです。
他にも、廊下で見た、エレベータで見た、声を聞いた、肩を叩かれた、上半身だけでさまよっている患者さんの幽霊を見たと、体験談が後を絶たないようです。病院には様々な人の後悔や、未練、怨念がさまよっているように思います。私自身ははっきりと見たことはありませんが、やはり不思議な体験はいくつか経験がありますし、長く医療業界に勤めていると体験している場合は少なくないようです。私も知らない病院の当直バイトに行くのは、時々怖い気分を味わうことがありましたので、最近は避けています。夜の病院の恐怖体験のお話でした。私の通っていた高校は女子校で、とても綺麗でおしゃれな校舎でした。一方で、敷地の片隅には戦前に建てられた、2階建ての古臭い木造の校舎もありました。入学したての頃は取り合わせが悪くて違和感を覚えていましたが、学校生活に慣れてくるとさほど気にもならなくなり、当たり前にそこにあるものとして捉えるようになりました。建物自体は頑丈なようで、1階は部活のために開放されていましたし、私の部もその木造校舎の中にありました。2階はというと、なぜかすべて鍵がかけられて、外から板で打ち付けられていました。先生に理由を聞くと、使わないのに開放していると、誰かが入って、いたずらでもしたら困るからじゃない。と適当な答えで、よくわかっていないようです。そんな感じですから、その木造校舎はいつしか、曰く付きの校舎、のように言われ始めました。噂ではありますが、昔壊そうとしたけれど、その度に人が亡くなったから壊せなくなったのだとか、壊そうとすると女性の叫び声が聞こえてくるとか、そんな怖い話が囁かれていました。実際に、何かがあると思わせる教室もありました。階段を上がったところにある教室は、他と違って内側にも細い板がクロスに打ち付けられていました。外から板を剥がしただけでは侵入できない厳重さには、異様な空気が漂います。一度だけ、扉の隙間からその部屋の中を覗いたことがありました。中には使わなくなった椅子や机の他に、ピアノが置かれてあるだけです。好奇心から中に入れないかと友達と試してみましたが、やはりどうしても外からは入ることができなくて、それ以来近づくことはありませんでした。3年生になったある日、朝から降っていた雨が激しさを増して、警報が出たから帰宅することとなりました。生徒たちがみんな帰っていく中で、私と友達数人は木造校舎の部室へ向かいました。雨が少し小降りになってから帰ろうと思ったのです。時間つぶしに、私たちは怖い話を始めました。雨と薄暗い部室というシチュエーションで気分は盛り上がり、誰かが、2階を探検しよう。と言い出しました。とは言っても、2階は廊下以外に侵入できず何もありません。こういうのは気分だから。と友人が言うので、暇だった私たちはとりあえず、皆で一回りだけしてみることにしました。長い廊下の両端に階段があります。どっちの階段から登るか相談して、あのピアノがある教室の階段から2階へ上がることに決めました。普段なら別に怖くもなんともないのに、怖い話をした後のせいかやたらと怖くて、みんなで固まりながら恐る階段へ足をかけます。怖い話をすると霊が寄ってくるらしいよ。誰かがぽつりと言って、やめてよと苦笑いが起きた時でした。あの教室から、ピアノを弾く音が聞こえてきました。気のせいなどではなく、激しい雨の音に混じって、はっきりとメロディーが奏でられていました。私たちは怖くなって、一斉に部室へと猛ダッシュしました。どうする？先生に言いに行く？とも相談しましたが、警報が出ているのに、なぜ残っているのかと怒られるのも嫌で、
それはやめることにしました。ピアノの音は、その場にいた全員が確かに聞いていました。実はどこからか人が入れる箇所があって、そこから侵入した誰かがピアノを弾いていたのでは？でもあんな大雨の日に、わざわざ手間をかけて侵入して、ピアノなんて弾くでしょうか？友人たちとは色々と可能性を話し合いましたが、その後誰も教室へ近づくことはありませんでした。30年以上も前の話ですが、今でも忘れられない出来事です。私の実家は山間部の集落にあります。その集落にはお墓もあり、幼い頃から定期的に、家族でお墓参りに行っていました。お墓といっても、通常思い浮かべる立派なものとは違って、古くて手作り感のあるものです。それでも私たちの集落では先祖代々受け継ぎ、大切にしてきました。私が子供の頃ですから、今から30年くらい前でしょうか。いつものように私たち家族がお墓参りへ行こうとすると、腰が曲がって黒いボロ切れのようなものを着たおばあさんとすれ違いました。私たちの集落はさほど大きくありませんから、全員が顔見知りの中です。ところがそのおばあさんは、これまで見たこともありませんでした。私や兄弟が親や祖父母に、あれ、誰？と尋ねても、誰も口を開きません。不思議でなりませんでしたが、大人が言わないのならばこれ以上探りようもありません。そのおばあさんは、お墓の外れにある、開けた平原にうずくまり、何かをしています。何をしていたのか気になりましたが、そのうち我が家の墓参りが終わって、帰る時間となってしまい、場を後にしました。時が経ち、大人になった私は都会に出て居を構えていました。祖父母もすでに亡くなり、父母だけで人里離れた過疎地に住むのもどうかと思って、同居に誘うものの、長年生活している場所が一番、という両親は堅くなです。それなら久しぶりに里帰りでもしようかと思った私は、せっかくだからとお墓にも足を運んだのです。お墓に着くと、なんと幼い時にすれ違ったあのおばあさんとまた出会いました。しかも私があの時に見た姿と寸分違わず、同じなのです。老婆の印象がとても強かったものですから、私は鮮明に覚えていました。その記憶と、全く同じなのです。あっけに取られて動けなくなっている私に気づかないのか。おばあさんは私を無視してそのままお墓の外れへ向かい、うずくまりました。子供の頃に見た光景と同じ状況です。一体何をやっているのだろう。気になった私は息を殺して近づき、確認してみることにしました。うずくまった老婆の目前には、血が散乱していました。何かの動物を殺して解体しているようで、夢中になって毛がついた肉片を、包丁のようなもので細かく切り刻んでいます。予想外の光景に、文字通り血の気が引いて、私は倒れそうになりつつ、なんとか踏ん張りました。その時に音を出してしまい、気づいたおばあさんは振り向き、私と目が合いました。命の危険を感じた私は墓参りどころではなくなり、とにかく必死に逃げ帰りました。この出来事を両親に話したところ、意外にもすんなりと聞き入れてくれ、やっと重い口を開いてくれたのです。実は私が子供の頃、両親も墓場でそのおばあさんとすれ違ったのは気づいていた。そのおばあさんは、タブーとされている一族の末裔であるということ。集落では亡き存在としており、人前にもめったに出ないので、子供には言うまいと今まで伏せていたということ。老婆がうずくまっていた場所は、そのおばあさん一族のお墓があるということ。しかし、ここでおかしなことに気づきます。私が子供の頃に見た時点で、おばあさんはかなりおばあさんでした。それが30数年経った今でも生きていて、しかも見た目に変化がありません。これは一体どういうことなのでしょうか。両親は、触れない方が良いことも、
世の中にはある。それに昔を知る人間はほとんどいなくなり、詳しい内容は父さん母さんも知らない。ひょっとしたらじいさんなら何か知っていたかもしれないが、もうこの世にはいないからな。と言ったきり、あとはわからないの一点張りです。私のふるさとはもはや限界集落で、近い将来には消滅するでしょう。あのおばあさんは幽霊だったのか。人だったとしても、もはや人間ではなくヤマンバなのかもしれません。おばあさんの存在は謎のまま埋もれて忘れられていくのだと思うと、どこか寂しいような気もしてしまいます。これは、私が大学に入学して、一人暮らしをした時に遭遇した出来事です。当時住んでいたアパートは単身者向けの部屋が並んだ、2階建てのよくある作りをした学生向け賃貸アパートでした。築年数は古め。正直言うと不動産屋の案内時から、あまり良い印象はなかったのですが、部屋を探した時期が遅く入学まで時間がなかったこともあって、うち見に付き添ってくれた父と相談しながら仕方なくその物件に決めました。私が入居したのは2階の道路に面した角部屋でした。部屋を決めてからは慌ただしく引っ越しを済ませ、すぐに入学式。しばらくは慣れない大学と都会での一人暮らしで精一杯になりましたが、引っ越しから1ヶ月も経つと生活に余裕も生まれてきます。ある日、自転車で帰宅して敷地の裏から共用廊下へ戻った時でした。ドン。突然、廊下の端にあった部屋から大きな音が聞こえました。1階の道路とは逆側にある、私の部屋から正反対に位置する部屋です。なんだろうと思ってその部屋に近づくと、今度は内側から全力でドアに体当たりでもしているかのような音が、ドン、ドン、と連続して響き渡り、ドアノブがガチャガチャと乱暴に動きました。何してるんだろうと不審に思いながら私が眺めていると、部屋の中から人の声が聞こえてきました。おい、誰かそこにいるんだろ。部屋のドアが開かないんだ。外からドアを開けてくれよ。焦った感じでイラついている、低い男の人の声が聞こえました。今考えれば放っておけばよかったのですが、私はつい声をかけてしまいました。どうしたんですか？部屋のドアが開かないんだ。そっちからどうにかできないか？どうにかと言われても、そう言われてドアを見渡しましたが、特にドアが開くのを邪魔しているような異常は見つかりません。ドアノブも普通ですし、そもそも内側からドアが開かないというのもおかしな話です。こちらには特におかしなことはありませんよ。そんなはずはない。ドアが開かないんだ。ドアを開けてくれよ。男はドアノブをガチャガチャと揺すり、会話の最中にも扉をバンバンと叩きます。実は、私はこの部屋に誰も住んでいないことを知っていました。アパートを紹介された時、不動産屋にどの部屋が空いているのか聞くとこの部屋が空室だったんです。位置的に悪いのか薄暗い印象がありましたから、この部屋は嫌だなと思ったので覚えていたんですよね。それについさっき敷地の裏を通った際に、窓から部屋の中が空だったことを実際にこの目で見ていました。カーテンがない窓からは室内が丸見え。家具一つない空き部屋で、出入りを妨げるようなものなど何もありませんでした。おい、開けてくれよ。そこにいるんだろ。なあ、このドア開けてくれよ。その後も続く声とドアを叩き続ける音にそう受け立った私は、その場から逃げ出しました。自室に戻る気すら起きず、その日は24時間営業のファミレスで夜を明かしました。結局、父親に無理を言って引っ越し費用を出してもらった私は、入居からわずか2ヶ月でそのアパートを引き払うことにしたのです。あの部屋の中にいたのは何だったのでしょうか。泥棒が空室に侵入なんてしませんよね。あの時、扉を開けたら私はどうなっていたのか。
もしかしたら何か言われのある部屋だったのかもしれませんが、今更調べる勇気もありません。別に良いのです。知りたくもないし、関わりたくもありませんから。あれは私が大学に通っていた頃のお話です。私の大学は見学から100年以上の歴史を誇っており、古い建物もいくつか建っておりました。私はバドミントンサークルに所属しており、学校の体育館で練習をしていました。私たちバドミントンサークルの間では遅くまで残っていると、体育館に杖をついた老人の幽霊が出るとの噂が立っていました。私は現実主義者で幽霊など全く信じていませんでした。まだ暑さの残る9月の出来事です。私たちはバドミントンの練習を終え、18時が過ぎても大学内に残っていました。年頃の男女が集っていますので、おのずとくすぐったい雰囲気が漂います。このまま解散するにはまだ早いと思った私たちは、体育館の噂が本当かどうかを確かめるために、男女ペアになって肝試しを行うことになったのです。私は1学年上のよしこさんのことが気になっており、友達に頼んでペアを決めるくじに細工をしてもらい、うまくよしこさんとペアを組むことに成功しました。1組、2組、と次々とペアが出発していき、少しの時間を空けて私とよしこさんのペアの番になりました。二人で並んで歩きながら体育館へと道を進み、緊張からかもっとよしこさんに話しかけたいのに、うまく話をすることができなくもどかしさを感じていました。よしこさんは活発な女性でしたので、そんな私を引っ張るように、ずんずんと先へと進んでいきます。体育館に着く少し前に最初に出発したペアのマサオ先輩とミキちゃんと遭遇しました。どうだったと問いかけると二人は何もなかった。やっぱり噂なんて嘘っぱちだよと言い、皆の松校門へと戻っていきました。私は拍子抜けしながらもやっぱり幽霊なんているわけないよな。と思い、少しだけ元気を取り戻しよしこちゃんと一緒に体育館の中へと入りました。体育館の中は静寂と暗闇に包まれており、不気味な雰囲気が漂っていました。さすがによしこさんもおじけついたのか歩を進む勢いが落ち、私と並んで歩くようになりました。私たちの足音しかしない真っ暗な体育館の不気味さに、背筋に悪感が走るのを感じました。ここで私は少しおかしなことに気がつきました。その日は私たち以外の部活は体育館を使っていなかったはずなのに、広い木製の床の上に一つのバスケットボールが転がっていたのです。誰かがしまい忘れたのだろうと思った私は、ボールを用具入れの中に放り込み、一通り回りましたが特におかしなことはなく私たちは体育館を後にし、体育館の中をよしこちゃんと一緒に回りました。先輩たちの待つ校門へと戻ることにしたのです。肝試しが終わり、ちょっとした騒ぎになりました。私たちの前に出発した二組目のペアの、みつこと拓郎先輩がまだ戻っていないのです。もしや二人で何かしてるのでは、などと年頃の男子の妄想をしながら、私たちは二人の行方を探すことにしました。肝試しの順路を探しましたが二人の姿は見つからなく、我々は体育館の中に入ることにしました。二人は意外なところにいました。体育館の1階と2階をつなぐ階段の下の掃除用具を置いているスペースの中です。二人は心底震え切っており、顔は青ざめガタガタと身を震わせていました。部室に戻り何があったのかを聞いてみると、二人が体育館の中に入った後に体育館の中から、ボールが跳ねる音が聞こえてきたというのです。誰もいないはずの体育館の中からする音に、二人は震え上がり恐る運動場の中を覗いてみたのです。誰もいない運動場の中でバスケットボールが勝手に動いており、
まるで見えない誰かがボールを持っているかのように。ボールは何度もバスケットのリングに叩きつけられていたというのです。あまりのことに恐ろしくなった二人は腰を抜かしてしまい、階段の下の掃除道具をしまうスペースに身を隠していたというのです。私はこの話を聞いてとしました。私が手にしたバスケットボールは、もしかして、幽霊が使っていたものだったのかもしれません。それ以来私たちは遅くまで大学の中に残ることはなくなりました。高校のビッグイベントである夏の体育祭が無事に終わり、高校3年最後の思い出作りにとクラスで肝試しをすることになりました。私が住んでいた町には、幽霊が出ると噂されている空き家があります。昔、強盗によって惨殺された家の住人が夜になると現れるというのです。その家を肝試しの舞台に決め、深夜にクラスメイトがそこに集まることになりました。しかし実際にその家が事件のあった場所だという確信はなく、そこで幽霊を見たという人に出会ったこともありません。私はというと全く噂を信じていない側で、少し変わった洋風な作りであることや、利便性の関係から長い間空き家になってしまったことで、根も葉もない噂が囁かれるようになったのだと思っていました。深夜、指定された時間にクラスメイトがその空き家の前に集まりました。家はさほど大きくなく、白いペンキがところどころ剥がれてくすんだり、錆びたりしていました。住宅街の外れに佇むその家はすっかり荒れ果てていて、窓ガラスは埃をかぶって白くなっていました。クラスメイトの中には、怖がっていたり門限が厳しかったりと、来られない子もいたので、集まったのはほんの数人でした。しかし深夜にそこまで出かけることに私たちは興奮していて、それほど怖いとは思っていませんでした。むしろ面白がりながら家の周りを歩いたり、中を覗いたりしました。荒れている部分はあるものの、その家は普通の空き家という感じで、特に変わったところはなく、事件のあった形跡も見つけることができませんでした。思い思いに調査をしても何も起きる気配がなかったため、私たちは一番近くに住むクラスメイトの家へ行き、皆でお茶やお菓子を食べながら少しおしゃべりすると、それぞれ自分の家へと帰っていきました。私も適当なところで、家が同じ方向の女友達と帰宅しました。しかしその帰り道で、とても怖い思いをすることになったのです。帰り道は私を含めて4人で、他愛もないことを話しながら、横一列に並んで歩いていました。私はちょうど右端を歩いていました。その時に話していたのは、もっぱら好きな人の話。クラスの誰と誰が付き合っているとか、好きな人の話をしていました。〇〇くんはきっとあなたのことが気になっていると思うよ。そう友人に言われ、私は、やだー、と、かぶりを振りながら、ふと足元を見ました。私は自分が一番右端にいたと思っていたのですが、私の右側にさらにもう一人、誰かが歩いているのです。いつの間にか4人だったはずが5人になっていました。急な出来事にパニックになりつつも、私は自分のすぐ右側にいる気配に意識を集中しました。確かに私の隣を誰かが歩いていて、私たちの会話に混じっているのです。怖くて右側を見ることはできません。そしてその何者かが、ねえ、と私に声をかけてきた瞬間、私は耐えきれず走って逃げ出してしまいました。急に走り出した私に驚いた友人らが追いついた時には、その何者かの影は消え、人数も4人に戻っていました。何度も思い違いだったのではと思い返してみました。しかしあの瞬間、絶対に私たち4人以外の何者かが横を歩いていました。その気配は鮮明で、私に話しかけた声もはっきりと覚えています。その後、
高校を卒業して何年も経過した同窓会の席で、私以外にも肝試しへ行ったメンバーが変な体験をしたという話を聞きました。きっと空き家で肝試しを行ったことで、何かを連れて帰ってきてしまったのだと思います。空き家で起こった事件の被害者なのか、それとも別の何者かだったのか、未だにわかりませんが、それ以来空き家の近くには近寄っていません。友人から聞いた話です。友人が引っ越しをすることになりました。転勤することになり、今の家では職場まで遠くて、通勤時間がかかってしまうため、引っ越しをすることにしたのです。引っ越した先はアパートです。一見古そうなアパートですが、室内は綺麗にされていました。大家さんがしっかりと整備をしているのでしょう。古いアパートは耐震性が心配だ、汚くないだろうかなど、いろいろなイメージがあったようですが、室内が綺麗なことに安心して、このアパートに決めました。大家さんが親切な人だったことも、ここに決めた理由です。アパートを見学した時には気がつかなかったのですが、生活するようになって室内に1枚だけお札が貼ってありました。押し入れの扉です。なぜこんなところにと思った友人は、お札を剥がしてしまいました。台所に貼ってあるお札なら、火災除けなどの意味があることがわかります。しかし、押し入れは何の理由でお札が貼ってあるのかわからないです。意味がわかるお札ならそのままにしておいただろうと、友人は話していましたが、わからなかったために剥がしてしまったのです。その後、不思議な現象が起こるようになりました。入居したばかりの頃、まだお札を貼っていた頃は普通に過ごしていました。ところが、お札を剥がした後から夜中になると物音がするようになったのです。はじめはネズミでもいるのだろうと思ったそうです。古いアパートなのでネズミがいてもおかしくありません。そこで大家さんに相談をしたのですが、これまでネズミの話は聞いていないそうです。不思議に思った友人は、音の出所を調べてみました。すると、押し入れのあたりから音がすることがわかりました。以前お札が貼ってあった場所です。音の出所がわかったので、今度は何が音を出しているのか調べてみました。夜中、音が鳴った時に押し入れのあたりを見てみると、なんと白い影が出てきたのです。押し入れの扉を開けることなく、白い影が出てくるのです。この時にはとても驚いたそうですが、後から冷静になって、あれは幽霊だったのではないかと考えたそうです。そこで、また大家さんに相談をしたところ、以前にあの家で亡くなった人がいたそうです。その場所が押し入れです。あのお札は亡くなった人の霊を鎮めるためのものだったのだそうです。何も知らずにお札を剥がしてしまったため、閉じ込められていた霊が出てくるようになったのです。引っ越しをする前に人が亡くなったことは聞いていません。それから不安になった友人は引っ越しをしました。これは今から30年ほど前でしょうか。私は当時25歳ぐらいだったと思いますが、東京の日本橋にある商社に勤めていました。部署は商品部で取扱い商品の配分、生産等を担当していました。メーカーではなかったので商品発注、納期確認、出来上がり商品の発送。発送先担当者との打ち合わせがメインの仕事です。とにかく電話での打ち合わせが多く、各担当の要望、売上に生産調整と結構多忙な終了だったと思います。自社製品であっても自社工場で作るわけではないので、それなりに競合他社の競り合いもあり、毎日遅くまで残業していたのを覚えています。その日も生産調整の打ち合わせで東京支店の担当者と会議になり、気がつけば午後11時を過ぎていました。私の自宅は会社から1時間半ほどのところでしたが、
もうこの時間では明日の予定も考えると、帰るのは諦めなければなりませんでした。会社には当然のことながら女子更衣室があり、昔でいう電算室等のデータ分析部署が遅くなった時に泊まるため、畳敷きで布団も常備されていました。11時を過ぎてもやはり電算室の方がまだおり、セキュリティのこともありましたので色々聞きながらその手はずを整え、私が最初に更衣室へ入った時間は11時半頃。入った瞬間になんというか、おしろいとかなんかの化粧品のような匂いがものすごくして、改めて女子更衣室というのは、こんなに時間が経っても匂うんだなぁと思いました。布団を敷きながらテレビを見ていると、12時頃になって最終退社の方がやってきました。よろしく。お疲れ様でした。と会話を交わした際、私は何気なく、女子更衣室ってこんなに化粧臭いんですね。と聞くと、その方は匂いを嗅ぎながら、別にそんなことはないと思うけど、と言いながら帰っていきました。私だけが匂うわけないだろう。と思いながら、もう会社には私たった一人です。かなり長い会議をしていたので疲れていたのか。30分ほどテレビを見ると眠くて仕方がなくなり、消灯して眠りにつきました。どのくらい眠っていたかわかりませんが、突然更衣室の中でパリーン、と食器が割れるような音がしました。その音があまりにもはっきり聞こえたので、何かが落ちたと思って電気をつけて確かめようと思いました。ですが首から下の部分が全く動かないのです。金縛りと思うものの、そんな経験は初めてなもので、どうすればよいのか全くわかりません。首は動きます。目も開いています。その他の体はピクリとも動きません。緊張がどんどん募り、耳にはグワーンというような、耳鳴りみたいなものも聞こえています。すると、私の頭の上から畳を歩く音が聞こえてきました。頭の上から始まった足音は、私の体の周りを音を立てながら歩いていきます。目は開くものの、怖くてその音の方を見ることができません。体は緊張でますます硬くなっていきます。足音が自分の足元に近づくと、音はしなくなりました。もう大丈夫かなと思って視線を足元へ向けると、白い T シャツを着たショートカットの女性が、私の足元に立っていました。その髪型、顔の感じは今でも覚えています。恐怖で目を閉じた私は、そのまま動くのを諦めました。その後いくらお経を心の中で唱えても、体は動きません。でもその女性の存在感は確かに感じ、目を開けることができませんでした。その後何時間そうしていたかわかりませんが、一睡もしないまま明るくなるまでじっとしていました。金縛りは夜明けとともに治っていったような気がします。でも、怖くて動けませんでした。朝になってとにかくその場から離れました。若かった私はその夜のことを、出社した人に次々と話しました。しかしその後、総務部長に呼ばれて、その話は社員にしないでくれ。と釘を刺され、会社のおつぼね様からは、特に女子社員には絶対しないでくれ、と言われました。社長の運転手さんは会社に何十年も在籍している方なのですが、その方から5階の女子更衣室から飛び降り自殺した、ショートカットの女の子がいたと聞いたのは、その何日後かのことです。嫁が、学生時代からお世話になっている、恩師のところへ、荷物を届けに行った時の話です。私はその恩師にまだ会ったことがなかったので、一緒に行ってご挨拶させてもらいました。その方は丈夫そうなコンクリートで作られた、築年数30年ほどのマンションに暮らしております。最初は入り口でお話しさせていただいたのですが、
立ち話もなんだからといって家の中へ案内してくださりました。玄関開けたら正面に廊下でその先に右手に2、3部屋ほどあり、マンションの外観で見るより中は綺麗で広かったです。ただコンクリートの重々しい作りのせいか空気は重く、家の中も暗い印象。早速今に案内されたのですが、部屋の奥に骨壺の箱と写真が飾られておりました。私は旦那様が他界されてるとは知らなかったので少し驚きました。恩師の方はそこには触れずテレビをつけ、お茶やケーキなど出してくださり、いろいろな世間話をし始めたので、私はその骨壺を背に座って二人の会話に入っていきます。そのうちテレビから緊急地震速報の音が流れ、東北の方で震度3ほどの揺れを観測。とニュースが流れました。最初は3人で、大丈夫かなと心配していたのですが、二人はすぐに世間話に戻り、私は第2波来るかなと警戒態勢。多少緊張していたせいもあったのですが、意識していると部屋の隅々からきしむ音や、隣の部屋からか男の人の声がかすかに聞こえたりと、見た目の割に意外とこの建物は脆いのかなんて思ったりしていました。私が警戒態勢を取り少しそわそわしていた様子を感じ取った嫁は、そろそろ行こうか、昼ご飯もまだだし。と気を使ってくれ。おいとまさせていただきました。恩師の家を後にし、昼ご飯を食べに店に向かっている途中。緊張した?と嫁が少しからかったように言ってきたので、まあそれもあるけど、地震速報の後から、部屋のきしむ音が気になっちゃってそわそわしてた。というと、きしんでた?私は、聞こえなかった隣の部屋から男の人の声とか、テレビがパチンってなったのとか、いや、何も聞こえなかったよ。確かに二人は何も気にせず喋っていた様子でした。私はもう慣れてるから気にならないのかと思っていたのですが、そもそも聞こえていなかったとのこと。今思えばコンクリートの建物からきしむ音って違和感しかないです。隣の部屋ともコンクリートの厚い壁で阻まれているし、エアコン入れてたから窓も開いておりませんでした。よくよく聞いてみると旦那様が他界されたのは3年くらい前だそう。お墓はあるのですが、旦那様の方の母もいよいよな状態らしく、一緒に入れてあげたいから骨壺はそのまま家にあるらしいです。私が見た時にお線香や仏壇がなかったのは、旦那様がクリスチャンだったからだそうです。私がクリスチャンの方のそういった時の作法を知らなかったのも原因だと思いますが、旦那様にろくに挨拶しなかったことで怒らせてしまったのかとも思います。恩師の方はここ数年ずっと病院を行ったり来たり、もともとすごくハキハキしていて気持ちのいい性格の方だったのですが、落ち込むことが多くなったり、息子たちとも口論が多くなっているようです。他にも以前とは明らかに人が変わってしまったのではと、思うような発言があったりと、以前専門家の方に相談をしたところ、もともと悪い例ではないけれど、長年骨壺の状態で放置をしていると、他の悪い気を呼び寄せてしまいそれがどんどん増幅して、周囲に影響を与えている。とのことでした。あれ以来お会いはしておりませんが、現状どうなってしまっているのかが少し気になります。もう24年前の話になります。ニュージーランドにワーキングホリデーで、バックパッカーを利用して安い宿に宿泊していました。日本の旅館などのように、おどろおどろしいような雰囲気ではなかったので、それまで怖いとは思いませんでした。ある日、予約なしにバックパッカーに宿泊した時、最初スタッフに、部屋の空きはないと言われました。他を探すにも、すごく疲れていたため、どんな部屋でも構わないと言ったところ、
それなら部屋はあるよと言われました。案内された部屋は、メインの部屋のあるところから離れていました。離れのようで、隠れ家的でむしろ良かったと喜んでいたのですが、何か様子がおかしいなと感じました。それが、何なのかよくわかりませんが、誰もいないはずの部屋に何か、いたのではないかと思いました。その日の夜、普通だと、バックパッカーは賑やかなのですが、私の部屋はすごく静かでした。今夜は熟睡できると喜び、寝る支度をし、寝ようとしました。私はその時、ヒッチハイカーで、海岸線を回る旅をしていたのですが、なかなか車が捕まらず、ひどく疲れていました。なので、寝れるだろうと思っていたのですが、なぜか眠れませんでした。部屋は静かで、ここが本当にバックパッカーで、他の建物には大勢の人がいるなんてことが嘘のように、シーンとしていました。その静けさが、なんだか、怖いと思ったのです。何かいる気配がしました。しかし、誰もいないはずです。あまりにも静かなので、一度チェックしました。誰もいません。メインの部屋のある建物への通路は狭く、暗く。昼間見た時は人がいないから照明はつけてないんだと思いました。私は気味悪く感じたので、人のいるメインの部屋の方へ行こうとしました。通路にあるだろう、照明のスイッチを探しますが、ありませんでした。その恐怖もあり、手探りでメインの部屋へ行こうとしました。そこで、大きな女性のポスターを見ました。昼間は部屋が暗くて見ていなかったかもしれません。特に気にも留めていなかったのですが、部屋の光の影響なのかはわかりませんが、そのポスターに光が当たった時、その写真の女性の顔がはっきり見えました。それは、舞子さんのポスターでした。白い顔と特殊なメイクで、昼間見たなら、綺麗だなと思ったことでしょう。その時は、その舞子さんは、下からこちらを見上げていました。それは、ポスターなどとは思えない。現実味のある顔で、とにかく怖かったです。私は、走り出しました。バックパッカーから歩いてすぐに海岸がありました。時間帯は朝方になっていました。薄っら明るい海岸に向かって私は走りました。とにかく、あの息苦しい空気から逃れたいとの思いで走り、海岸に着いた時私は、自分の部屋のあった場所を見ました。そこには、誰もいないはずの部屋に白い服を着た、白髪の女性が窓に立っていました。私は立ちすくみました。その人は私の方を見て、そして、手を振ったのです。後から聞いた話ですが、そのバックパッカーは出るという噂があったようでした。しかし、それがどの部屋なのかは、わかりません。私は若い頃仕事が忙しく家を空けることが多かったので、家賃が安い事故物件を意図的に選んで契約して住んでいました。今は結婚して普通のところに住んでいるのですが、これは独身の最後に住んだ事故物件の話です。その部屋は4階で角部屋でした。日当たりも普通でそんなに狭いわけでもないのですが、家賃が相場の半分以下で、他の部屋の家賃は倍以上。不動産屋のサイトにも告知事項あり物件と記載がありました。私は何も考えずに契約し適当に説明を聞いて、さっさと引っ越しを済ませましたが、初日から管理人さんに、何かあったらすぐ私の部屋のピンポン鳴らして、と言われたので、そんなにやばいのかなと思ったのですが特に気になることはなく普通に住んでました。何週間かしたある日、管理会社から着信履歴があることに気がつきました。仕事で出れなかったので夕方にかけ直すと、お隣さんと下の階の方から騒音の苦情が来てるんですが、今お仕事中で留守ですよね。と明らかに変な様子で、そうですね、毎日朝8時から夜の22時ぐらいまでは、仕事なので部屋は誰もいないはずです、
と言うとそそくさと電話を切られてしまい、なんだ感じ悪いなと思ってその日はそのまま帰宅し、そんなことは完全に忘れてました、というか気にしてなかったですね。ところが次の週に事態が急変。また仕事中に管理会社から着信履歴。かけ直すとまた、お隣さんと下の階の方から、前の話を思い出した私は、あれなら鍵開けて一回中見てもらっても構いませんよ。と思う面倒だったので半ば投げやりに言うと、はい。では一度ご確認を。と言って電話は切れた。正直、家を空けてる時間も長いし管理会社のちゃんとした人に、確認してもらえるならありがたいと半分得したぐらいに軽く考えていた。1時間後ぐらいにまた着信履歴があったのでかけ直した。どうせ何もなかったんだろうと思っていたが、担当者は電話に出たが呼吸が荒く明らかに様子がおかしかった。〇〇さん、ですね。鍵開けさせてもらってドア開けようとしたらですね。何かドアの向こうから誰かがドアノブをぎゅーっと握ってるような感じでですね。ノブ回らないんです。僕怖くてですね。中見れてないんです。すみません。あと怖くて鍵も閉め忘れてしまいました。すみません。おいマジかよ鍵は困る、と思ったが、かなり怯えてる感じだったので、大丈夫ですよ今日は早く帰るので、と伝えて電話を切った。少し気になりながらもいつも通り帰宅し、部屋に入ろうとして思い出した。そういえば鍵閉め忘れたとか言ってたよな。だが確認するとしっかり鍵は閉まっている。管理会社の人はビビりすぎて鍵閉めたのに忘れたのかなとか思って、そのまま普通に部屋に入りいつも通りの一連の作業をして寝た。それから何日かしてまた管理会社から着信履歴があり、また何かあったのかと思ってかけ直すと、新しい担当者からの挨拶の連絡だった。前の担当者は辞めたらしい。理由は聞いたが知らないと言っていた。どうやら新しい担当者は私の部屋のことは、どうやら知らないらしく頑張りますアピールを必死でしていた。ちなみに、私の部屋は私の前に住んでいたカップルが、お互いを刃物で刺し合って出血多量で死んで、血だらけになった部屋だったらしい。私が住んだのは事件からかなり時間が経過してからだったが、住んでいてちょっと気になった点は、宗教の勧誘が私の部屋だけ来ない、他の部屋を回っているのは何回も見ている。NHK の集金も全く来ない。私は別に受信料を払っても良いと思っていたが一切来なかった。一度部屋の前まで来たことがあって覗き穴から見ていたが、何かメモみたいなものを見て立ち去っていった。あと共用部分の蛍光灯が自分の部屋の前のものだけすぐに切れる。あと、怪文書のような読めない字を書いた紙が、ポストに入れられていたことが何回かあった。以上、過去の映像から13本。ここからはトークのフェーズだ。もう1時間くらい経つんだね。だいぶ冷えちゃったよ。今回の60分ノンストップはどうだった？前に見たものとは言っても、身構えちゃうのは変わらないよ。表情筋も固まってたしな。今回のランダムピックにも、共通テーマがないからこその恐怖が隠されている。それがこの総集編のポイント。だったっけ？そう、ジャンルがバラバラということは、いろんなホラー話を聞きたい人の新たな興味の扉となる。今日もその興味の扉がたくさん開いてたんだね。同好会のみんなは怪談に興味があって、ここまで見てくれていたはずだ。みんな、物好きだね。でも、一緒に見てくれてありがとう。また次の総集編もお楽しみに。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。